でクルアンの中にはですね、クルアンじゃないけど、ある預言者のイスラムの話にですね、ムーサの話とあるんですね。預言者ムハンマドさんがですね、旅に出て、ムーサと一緒に旅に出たんです。ムーサっていうのはですね、ユダヤ教の中ではモーセということで名前が出まして、モーセの10回とかあるんですけども、ちょっと同じ人のことをイスラムではムーサと呼ぶんですね。で、彼がですね、預言者ムハンマドさん、一緒に旅してもあなたは、耐えられないと思いますよって言ったんだけども、私はついてきます。で5つのイベントがあるんですけども、最初のところでですね、ムーサはね、旅していったらね、少年をね、殺してしまうんですよ。どうして？何も悪いことしてないのに。でもだから言ったでしょ？あなたは耐えられないと。で、ムーサは言うんですね。で、その後行って、漁村に行って、漁村の大切な船の底に穴を開けて、水がポコポコポコって沈んでしまうんですよ。なんてことをするんですか、漁村の大切な小舟を。生活できないじゃないですか。だから言ったでしょ、あなたは耐えられないと。そういった他に3つのイベントなんですけども、一番最後にムーサが種明かしをするんですよ。実は少年はお父さんお母さんはとってもいい人、善良な人なんですけども、大きくなるとお父さんお母さんを困らせてとっても大変なことになって、村や町全体に悪い影響を及ぼすことが分かっている。だから殺したんだと。実は漁村には海賊がやって全て資産を持っていくことが分かっていたんだと。だからあれに海に船に水に沈めたんだと。あれを持ち上げて修理すればまた船として使えると。そういうその場にいれば分からないこと。でもそれをプランした計画を知っている人は分かるんですね。それは後になって分かったことなんですけども、クルアンの中に分からないことがたくさんある。だけどもそれは全てクリアになる必要はないし、なれない。なぜなら私たちはプランナー、設計者でもないし、その設計図を見てるわけじゃないから。そういうのがあるなって後で分かったんです。それでですね、ある1月元旦、1月1日は元旦って日本では言うんですけども、それが近づいた頃にですかね、そろそろムスリムにならないとかね、言われたんです。そうそう、その勉強会にいたのはね、ロハディさんとかね、ワヒュー・ビダダさんとかね、アグスさんとか、佐賀大学から来られたとかね、いたんですけども、彼らと勉強会してたわけですね。で、そろそろならないって言って、いやー、まだまだ私はまだムスリムになるのはそんなまだまだ。心の中ではもう大体準備はできてたんですよ。矛盾ないって分かってた。あとはいつになるかの話。だってさ、私は豚肉大好きなんです。美味しいんですよ。知らないでしょ。とんかつはうまい。とんかつの浜勝とかね、行ったことあるんですけど、美味しいんですよ。それからアルコールはうまい。大学生の時代にね、友達にロシアンティーが好きだって。何それって。いや、熱い紅茶の中に、上にね、ブランデーを5ミリぐらい乗せるんですよ。そしたら、すごい匂いが、いい匂いが。これをいつもね、寝る前に、シャワー浴びて寝る前に飲んでたんです。日課だったんですね。だから僕、アルコールも好きだし、豚肉も大好き、餃子も大好き。だから、イスラムは無理だねって言ってた。だからそれは無理だって言ってた。大志さん大丈夫。それはね、徐々にやればいいから、最初はやらなくていいから、入信するのが大切だからって。そんな宗教なの？と思って。だったらいいよって。で、私は言ったの。私はお酒はやめれません。今は。将来はわからないけど。で、豚肉はやめません。それでもいいのって言って、いいよいいよって彼が言ってくれたから入信したんですよ。言わなかったら私は入信しない。で、私は入信した。入信したのはね、実はきっかけとしては、スリムさんが言うんですよ。そろそろ大さん入信しないの。
実はあなたが入信したら報奨がたくさんあるよ。何それ。いや、報奨はあなたにあるんですけど、私にあるよって言うんです。私がムスリムを増やしたら、報奨が私にある。だからムスリムになってって私に言うわけ。何それって。あなたの報奨のために私がムスリムになるのって思ったんだけども、だけどあなたにも報奨があるよって。まあ、それはそうだな。じゃあ、彼のためになるんだったらいいかと。人助けみたいなつもりもあって入信っていう気持ちもあったんですけどね。だから、なりなさいって言われたらダメだけど、私のためになってって彼が言われて、じゃあなってあげようかなって気になった。明日はラマダンだよ。ラマダンの初日にムスリムになったらすっごく報奨があるよって。彼は報奨っていうのがちょっと気になったんですけども、後になって、そうかと言って、じゃあ入信しますよ。で、その留学生がね、インドネシア留学生が5、6人周りにいて、で、ワヒューさんとかロハデさんとかマフィューズさんとかね、でマフィューズさんが先生でワヒューさんがそのお弟子さんで、ワヒューさんが私たちのまたリーダーで、スヌヨさんもまたリーダー、そんな形でなんかこうクラスでね、こう勉強会のこう段階があるみたいで、これ低いレベルの勉強会、次の勉強会いろいろあるみたいで、脱線しましたね。何の話してたか。ラマダンの時に1日目になったら、もうすでにラマダン入ってるから、今夜だから、明日の朝ファジルからもう断食だから、今入ったらそこだよって言われて、報酬たくさんあるよって入ったわけです。おめでとう。で、シャハーダって。シャハーダって何する？入信って何やるんだって。アシャダアッライラハッラロアシャダアナママダンラスルラ、アッラは唯一の神で、預言者ムハマドサララヒャラヒサラムは最後の預言者ですということを言うわけです。で、日本語でも言うわけで、アラビア語と日本語で。それでおめでとう、簡単な、それで入信しちゃったわけですね。で、何も証明書も何もない。いや、そんなのいらないよ、証明書も何も。ということで入信した。で、入信して、いきなり断食なんです。断食ってどうするの？いや、朝から晩まで食べないだけだよ。水もタバコも。いや、私タバコ最初から飲まないで。悪いことも言わない。いいことたくさんする。できるよ。私断食実は20歳の時やったことあるから楽ちんだね。大変でしたね、小説は。もうカラカラで。3日目までは大変。だけど4日目になると楽になるんです。本当に。胃が慣れるんですね。で、私知らなかったのは、日の出までに食べればいいと思って。もう目覚ましで起きて、太陽日の出何分？日の出はあと10分あるって、それから食べたりしてたんですけど、後で聞いた時にです、ミスラムの日の出っていうのは、日の出より1時間半前がファジルの、そのファジルの前までに食べないといけない。これ日本語のやり取りのあれなんですけど、私はファジルまで食べればいいと。で、ファジルの前までに食べなきゃいけない。ということで、私は知らずに日没、日の出の直前まで食べてました。1ヶ月。後になって、それダメだって分かったんですけど。その最初の入信して、いきなり翌日のラマダン入ったんですけど、それが、それ許されるかどうか、それはアッラファーラム、アッラのみご存知ということになります。ちょっと話が長くなって疲れてきたので、この後私が入信してどういうことになったのか、どういう思いに変わったのかということをこの後にお話したいと思います。で、私が入信した時にインドネシアの方のたくさんのこの勉強会、1年半、2年ぐらいかけた勉強会によって私は入信できました。マスイットでやったわけではない。自分で求めて、自分で掴んで、入信した。みんなから言われて入信したわけじゃない。自分で納得して、矛盾ないことを見つけて、自分なりに納得して入信したということになります。では次回は、この後私がどうやってムスリムになった後、人生が変わっていったのか、どういうふうに考え方になっていったのか、どういうふうに生きてきたのかという話をしたいと思います。お楽しみに、次回にお楽しみください。